さてと、それじゃあ始めようかな。本日のテーマは、Cubism SDK for Unity のサンプルについてです。Cubism SDK for Unity は、ライブ 2D モデルを Unity で動かすための開発キットですね。今年の5月に、Cubism SDK for Unity の拡張的なサンプル集がリリースされました。現在制作中のゲームでもライブ 2D を使用しているので、とりあえずサンプルを試してみることにしました。Cubism SDK のサンプルについては、アセットの下にあるファイルをプロジェクト内のライブ 2D フォルダにコピーすることで使用できます。ディレクトリ構成は左のような感じですね。とりあえずはサンプルを実行する準備が整ったので、まずはライブ 2D モデルにエフェクトを適用するサンプルを試してみます。Cubism モデルにブラーを適用するサンプルですね。アートメッシュにブラーマテリアルを設定することで、ブラーエフェクトが適用されるようです。ということで、サンプルを実行してみると、ビルトインレンダーパイプラインでは動作しましたが、ユニバーサルレンダーパイプラインだと動作しませんでした。ブラーを適用するシェーダーを確認してみると、グラブパスが使用されていたので、これが原因ですね。URP と HDRP では、グラブパスが廃止されているので、使用できません。ということで、今回はグラブパスの代わりに、カメラソーティングレイヤーテクスチャを使用して、描画情報を取得することにしました。まずはカメラソーティングレイヤーテクスチャの初期設定を行います。2D レンダラーセットを確認してみると、ソーティングレイヤーを設定する項目がありました。初期設定では無効になっているので、デフォルトに変更します。ダウンサンプリングを使用すると、カメラソーティングレイヤーテクスチャの解像度を2分の1、4分の1に設定できます。続いては、ソーティングレイヤーを追加します。上部のメニューから、プロジェクトセッティングを選択して、左のような感じでエフェクト用のレイヤーを追加しました。これで初期設定は完了したので、続いてはブラーシェーダーをコピーして編集します。実装のイメージとしてはこんな感じ。今回のサンプルではライブ 2D モデルを描画するパスを削除して、ブラーを適用する部分だけ残すことにしました。グラブパスは廃止されて使用できないので、カメラソーティングレイヤーテクスチャーを使用して、描画情報を取得します。ブラー処理を実行している部分ですね。先ほどと同様にカメラソーティングレイヤーテクスチャに変更しています。とりあえずはシェーダーの編集が完了したので、続いてはブラーマテリアルを設定するオブジェクトを配置します。
回のサンプルではイメージとスプライトを新たに作成してブラーエフェクトを適用してみます。イメージのソーティングレイヤーはキャンバスコンポーネント、スプライトのソーティングレイヤーはスプライトレンダラーコンポーネントで設定できますね。ブラーマテリアルを設定するオブジェクトのレイヤーは 2D レンダラーに設定したレイヤーよりも下に配置する必要があります。マテリアルには先ほど作成したブラーシェーダーのマテリアルを設定しました。これでブラーエフェクトを適用する準備が整ったので、エディター上で動作を確認してみます。URP 環境でもブラーエフェクトが適用されました。ライブ 2D モデルの動きにブラーエフェクトを追従させたい場合は、フォローイングの機能を使用することで、ある程度は対応できそうです。ということで、続いてはフォローイングのサンプルを試してみます。フォローイングでは、キュビズムモデルのメッシュにオブジェクトを追従させることができます。サンプルの設定を確認してみると、キュビズムモデルの左手にフォローイングコンポーネントがアタッチされていますね。キュビズムのロゴが左手に追従しています。先ほど作成したブラーマテリアルを追従するオブジェクトに設定すると、左のような感じでブラーエフェクトが追従するようになりました。ビルトインレンダーパイプラインであれば、ブラーシェーダーをそのまま使用することができますが、URP や HDRP の場合は、シェーダーを編集することで、ある程度は対応できますね。ということで、本日はキュビズム SDK for Unity のサンプルを試してみました。ご視聴ありがとうございました。